大変お待たせいたしました。これが私の舞台衣装の義足用のハイヒールです。ありがとうございます。嬉しいまず一つ皆さんに質問があります。誰かに何かを伝えたいとき、または誰かと分かり合いたいときに、あなたならどんな方法を取りますか？言葉でしょうか、体と体のぶつかり合いでしょうか。残念ながら私はそういうコミュニケーションを全く信じられません。私とあなたの間に高い壁や遠い遠い距離があったら、そんな直接的な方法何の意味もないって思ってしまうんです。どうしてそういうひねくれた性格になってしまったかと言いますと、私は小さい頃にスーパーいじめられっ子でした。いじめっ子たちがどんなに私をつねっても、私の痛みは彼らには伝わらないし、どんなに SOS を発信しても、同じ日本語を喋ってるはずの先生やクラスメイトにも誰にも通じませんでした。それでも友達が欲しいと思った私は、いろんな手であの手この手を使って気を引かせようとします。一番よく使ったのが友達を物で釣るということでした。当時流行の文房具とかグッズを学校に持って行って、でこうチラッチラッと見せるんですけど、結局、いつの間にか隠されて捨てられてたり、人気のキャラクターの絵を漫画が得意だった私が描いて、そうすると大人たちは褒めてくれるんですけど、それで褒められて掲示されても結局傷がつけられて破られてあったりして、さすがに物を釣る方法はダメだったか。でもいろいろコミュニケーションというものを考えたけれど、やっぱり私には無理だと。コミュニケーションというものを諦めた時、私は高校に入って友達を絶対作らないと決めました。そして義足に絵を描き始めます。私は何て言うんですかね、芋虫が鳥を威嚇すべく触覚を出すように、どんどんド派手な過激なファッションへ傾倒していくことになります。するとびっくりしたことに、いじめがぱったりと止んでしまったんです。誰も近づかないで、私に関わらないでっていう意思が通じたかのように、本当に誰も私に関わろうとしないんです。でその時に初めて、コミュニケーションができた、私の意思が通じたんだとすごく嬉しくなりました。私は見た目で表現することによっていじめというものをなくし、コミュニケーションの新たな一つの方法を得ることになります。それからというもの、私は言葉にならない気持ちやいろんな思い出、そういうものを何かを作ることという表現に投げていきます。そこでは怒りや悲しみ、喜び、どんな経験も思い出も全てが糧になりました。公園に落ちている木の実や枝、葉っぱ、古着、針と糸、絵の具、いろんなものが制作の材料になりました。義足もその中の一つでした。2005年、群馬青年ビエンナーレという美術の公募展がありました。そこに私の義足がアート作品として出品されることになります。16歳の私にとってアートって何なんだと分かんないまま、なんとその義足が奨励賞を取ってしまいます。それがきっかけで私は美術の世界というものに足を踏み入れることになります。そうやって私の義足、私の足、それはいろんな世界へと私を連れて行ってくれることになります。時には私をモデルとしてステージに立たせてファッションショーに出させてくれたり、女優としてテレビに出させてくれたり、そして今この TEDx の舞台に立っているように、私の義足はいろんなところに連れて行って、いろんな人に思いを伝える方法となってくれました。私にとってアートとは、越えられない壁を越えるはしごや、その壁すら爆発させる爆弾、遠い遠い距離にいる誰かに伝える伝書バトのような役割を持っています。まず最初に私、ハイヒールを舞台衣装に変えますと言いましたが、実はこれはアートプロジェクトの一つとしてパフォーマンスなんです。5年前、私は田舎のジャズバーで歌を歌って仕事をしていました。
酔っ払ったお客さんがハイヒール履かない女なんて女じゃねえだろうとお酒をかけてヤジを飛ばしてきたことがあったんです。私はお酒をかけられたことよりもなんか自分の中でこれはできないだろうなと思って諦めてたことをこう指摘されたようでつつかれたようですごい悔しくなって東京にある義肢製作所に駆け込みます。そこで今ある義足の部品の中で一番高いハイヒールが履ける部品が欲しいと。それで自分のためにハイヒールを履くというプロジェクトを立ち上げました。義足でハイヒールを履くということはそう簡単ではありません。一番高いハイヒールが履ける部品を世界で一つだけ作っている会社から取り寄せて義足を調整してそして歩行訓練をし私はハイヒールで歩けるようになりました。そのハイヒールプロジェクトを活動していくうちに自分の中で自分のためだけのアートじゃない可能性というものが見えてきました。というのも福祉における当事者福祉の中で義足を使うもの、自分って障害者だったんだなと改めてというかもしかしたら初めて自分を障害者として自覚することになったのがきっかけだったと思います。それで驚いたことにこう街に出るといろんな人の視線が私にバッと集中するんですね。なんだと別に私は偉いことを言ってるわけでもいいことを言ってるわけでもなんかこう奇抜なおかしなことをやってるわけじゃないのにちょっと私がこうつまずきそうになったり何かあったり挙手動作一つ一つにみんなの注目がこう大丈夫みたいなことを言ってくれたりするわけです。そしてなんと私の声がまるで拡声器を通した声のように遠い遠い先の人にまで伝わるようになりました。この時に初めて自分のためだけでないアートっていう使い方があるんだと確信しました。このハイヒールは当事者と社会をつなげる何かの役に立つのではないかと道具になるのではないかと思いました。アートと言われると当時の私の昔の16歳の私のように難しいことと捉えられがちですが実は結構簡単なことだったりします。アートは決して美しいものを美しく見せるためだけの道具ではありません。きっと私や誰かの気持ちをどこかへ届ける一つの方法一つの道具なのかもしれません。世の中というのは多面的で常に輝いています。それは私たちも同じです。年を取るごとに時代が変わっていくようにその輝きっていうのはどんどん増えていってもう言葉だけでは追いつきません。そんな時アートという方法はとっても役に立つと思います。きっと私やあなたの輝きに触れる何かきっかけや道具になってくれるはずです。ぜひともアートを使って身近な人のまたは身近な世界の輝きに触れてみてください。それでは最後に私の今の気持ちを表現したいと思います。私に触れてみてください。あなたのその腕で私を抱きしめてただ二人だけで生きていたいのただ命の限りにあなたを愛したい命の限りにあなたを愛する
る口づけ交わす喜び、あなたと二人で暮らせるものなら何にもいらない、何にもいらないあなたと二人生きてゆくのよ。私の願いはただそれだけよ、あなたと二人固く抱き合い燃える指に髪を絡ませながら愛しみながら口づけを交わすのよ。愛こそ燃える火よ、私を燃やす火、心燃やすありがとうございました。ありがとうございます。足が震える。